にちは、おっちゃんドドドドです。今回の動画は前回の続きでセンターコンソール作りです。スマホを取り付けるところまでは決まりましたが、取り付け方法がまだ決まってません。できるだけ簡単に、そして走行中には外れず、イメージではこんな感じが理想です。土台となる部分、燃料の給油口を隠してしまうので、センターコンソールを開閉式にしてみようかと思ってます。ベースとなる部分も邪魔になりそうなら形状変更をせねば。固定方法も純正のタンクカバーに固定する予定ですが、 ABS 樹脂製なので割れにつながるような固定方法では不安が残ります。こんな感じで開閉できればよいな。ということで、お小遣いで使えそうなパーツを買ってみました。ワイヤレス充電器、できるだけ薄く防水用のタイプが欲しかったので、デイトナ製の充電器を買ってみました。あとは開閉用に使えそうなミニ油圧ダンパー、小さくても結構な抵抗があります。 ABS 樹脂のカバーに使うと割れそうなので使えるか微妙です。長板も買い足してみました。 FRP で型ができたらいろいろと合わせてみたいと思います。では FRP を貼る準備をします。おっちゃんのいつものやり方、 OPP テープを貼っていきます。段ボール型が壊れて再利用できなくなるけど気にしません。ダイソーの OPP テープ、梱包用を買ってみましたが普通に使えました。ただ巻き数が少なかったです。少しだけ使いたい時には良いかも。テープカッターの刃の切れ味が悪く引っかかる感じ、無理やり使ってましたが刃を裏返すと普通に切れました。反対についてたのかな。切れ味が悪かったら反対にひっくり返してみるのも手かなと思いました。ということで OPP テープ貼りはここで省略。時間ばかりかかる作業なので、樹脂に対する硬化剤の配分は100対1。 FRP の施工が久しぶりで忘れそうでした。メモ代わりに使いました。入れた瞬間に硬化し始めます。すぐに樹脂がゲル化するので素早く攪拌しましょう。ガラス繊維がひっつきやすいように型に FRP 樹脂を塗ってます。あらかじめ切り出ししておいたガラス繊維を貼り付けていきます。おっちゃんのやり方はオス型メス型を作らないので形が一回り大きくなります。なので各パーツのクリアランスがシビアな箇所はいつも調整に苦労をしています。表の面が分厚くなってしまうため薄く仕上げなくてはならず、その分裏側の補強も必要になってきます。今回作ってるパーツは比較的小さなパーツなので、今までみたいに研磨に時間がかかることはなさそうです。とは言っても細かなギミックを組み込む予定なので、なかなか悩みどころが多いパーツとなりそうです。こうやって少しずつ補強のための隔壁を作ったり、強度が必要な箇所にガラス繊維を追加したりします。ついでにスマホを置く用の台を製作。とりあえずまずは形作ってみます。まだこの段階ではどこが干渉するか、どこに負荷がかかるか不明な問題が多いので今は無視します。ガラス繊維を追加して形を作る際はしっかりと足付けをしてアセトンで脱脂が必要です。一見するとがっちり成形できてるようでも実際にはくっついてません。表面に浮き出たパラフィンをきれいに除去しないと表面に油膜ができてる状態に FRP を頑張って塗っても補強したことになりません。力が加わるとバキッと割れてしまいます。走行してる間にガテも塗って成形してみました。だんだんと形が見えてまいりました。スマホを置く台もそこそこ形に。もうちょっと整えたら稼働する箇所を考えてみようかな。土台のパーツとの兼ね合いもあるので慌てて穴を開けないようにしないと。
相変わらず木材の当て番でパテを研ぐおっちゃん。夜はうるさいサンダーが使えないのでほとんどが手作業になるのでした。こんな感じで約2週間コツコツ仕上げました。2週間分の動画もぎゅっと6分ほどに切り詰めました。笑い。スマホ入れ。どうやって開閉させよう。分割させた土台。分割しなくてもよかったかなと作ってて思いました。この隙間から燃料を入れるのが入れにくそう。センターコンソール。あとはペーパー目を消したり塗装前の下準備をしたら完成です。スマホ入れはギミックが決まればまた補強をしなければ。本体に取り付ける前に形にしてみたけどハンドルに当たる気がする。タンクカバーと合わせてみるとこんな感じ。この時点でガタガタです。まだまだ完成には程遠いですが、今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。